こんにちは。日本語クラスです。皆さんお元気ですか？私は元気ですよ。皆さんの国、今4月どうですか？暖かいですか？日本はこの写真のようにもうとても暖かいです。はい、桜が今咲いています。はい、今日は JLPT の勉強をするんですが、ちょっと写真を今見せようと思います。はい、これとか、神社の写真です。はい、桜がもうすごく咲いています。はい、また桜については別の YouTube ビデオで皆さんにご紹介したいと思っています。はい、今日はちょっとだけこれを見せて、はい、勉強に行こうと思いますが、はい、またね、桜は、はい、次回にしましょう。はい。そして勉強を始める前に一つ私は言いたいことがあります。それは4月3日に台湾です。台湾で大きな地震がありました。はい、知っている人、多いと思いますし、この YouTube を聞いてくださっている人で今台湾に住んでいる人も、多いと思います。はい、ですので、とても心配しています私は。はい、ですので少しだけ挨拶をさせてください。はい、今回ですね、台湾の皆様に、はい、メッセージです。この度の台湾で起きた地震による被害のお見舞いを申し上げます。皆様のご無事、はい、大丈夫ですかというご無事と一日も早い復興をお祈りしております。復興というのは、建物とかがたくさん壊れたと聞いていますので、それが早く治る、街がまた前のように戻る、はい、ということです。それを、祈っています。はい。では、皆さん、では気持ちを変えて勉強を始めましょう。今日は JLPT の N1 の問題をやってみましょう。はい、N1 ですからやっぱり難しいです。はい、でももう試験ね、どんどんテストの時が近づいてますから、一緒に勉強して、準備を始めましょう。では行きましょう。今日はですね、問題を3つします。はい、そしてできるだけ、ポッドキャストとしてでも使えるように私が問題を読んだりしようと思いますので、今スクリーン見られない人も耳だけ聞いても勉強できると思います。はい、では行きましょう。最初の問題1つ目です。1つ目の問題読みます。1番です。宿泊業は近年経営者の高齢化により閉鎖する宿が後を何々何々何々という、この何々何々は何の言葉が入ると思いますか？これが問題です。はい、耳だけ聞いてる人もいるかもしれないですね。もうちょっと早く読みますね。今もう一回。宿泊業は近年経営者の高齢化により閉鎖する宿が後を何々何々。はい、これ大事なのは後を何とか、後を何々という言葉を知っていますか？これが問題になります。はい、何でしょうか？後を見ない、後を追わない、後を立たない、後を走らない。どれだと思いますか？N1 勉強している人だったらこの後をなんとかっていうのがN1 の語彙。はい、
語彙ですので知っていた方がいいですね。はい。そしてじゃあもう一つ、宿泊業。宿泊業。これ最初に私が言いました。宿泊業というのは漢字で見たらすぐわかると思うんですが、宿泊というのは泊まりますの意味ですね。そう、宿泊は泊まるの意味です。漢字です。そう、だから宿泊、どこかに泊まるということは、それはホテル、旅館、そうです。そういうもののことです。で、ホテル、旅館、そういうビジネスをしているの意味です。何々業。業というのは、これは仕事、ビジネスの意味です。はい。業は、これは職業の業ですよね。そう。皆さん知ってるのは、例えば営業とか、うん。あとちょっと私アイディアないですけど、何々業といったら仕事、ビジネスって考えてください。はい。ですので今回の問題は、そうですね、意味先に言うと、そういうホテルとかの、会社は最近経営者、これはその会社をやっている社長さん、その意味ですね。社長さんがおじいさんおばあさんになっているから閉鎖する。閉鎖するは閉める、やめるの意味です。やめる、宿というのはこれはホテルの意味です。はい。でも宿というとホテルという大きいホテルよりもっと小さい旅館のイメージです。日本人が言う宿というのは。はい。だから古いってイメージしてください。はい。昔からあるとかそういうイメージです。はい。そういう宿が閉める。うん。最近のホテルの、ホテルをやっている社長さんたちはどんどんおじいさんおばあさんになっていて仕事ができないから宿を辞める。その仕事を辞める人たちが後を何々です。何はい。というのが問題です。はい。後を、どれでしょう。はい。これはしっかり覚えておいてください。JLPT にも N1 で出ますし、テストじゃなくてもニュースでも使うし、日本人も話すときも結構使います。はい。これは後を立たないと言います。はい。立たない。後を立たない。立たない。何ね、何ですかと。はい。説明をします。まず、後を絶たないという意味は、終わらない。終わらないで、そのまま続くという意味です。はい。ですから、先に意味を確認すると、この最近ホテルを辞める社長さんがたくさんいます。そういう社長さんが会社を辞める、ホテルを辞める社長さんが止まらない。どんどん増えている。増えているというより、そのままずっとそういう人がいますという意味です。はい。後を絶たない。止まらないってこと。辞める社長さんが一人だけ辞めて他の人は続けていますじゃなくて、 A さんも辞める、 B さんも辞める、 C さん、 D さん、 E さん、みんな辞める、そういう意味です。どんどん順番に辞めていく、その意味です。止まらないですってこと。はい。後を絶たないですって言います。はい。そしてこの立たない、これは内フォーム、内形ですが、これ、辞書フォーム、ディクショナリーフォームだと立つと言いますね。立つ。マス形だと立ちますですね。これ大事です。この言葉大切です。はい。立つというのは終わる、切れるの意味です。立つと言ったらね。だからそれの内形だから、内フォームだから終わらない、切れないの意味です。はい。そう。立つっていうのはこれ結構使うんです。他でも。
例えば誰かと連絡を取っていましたが、連絡が来なくなった。はい、それも終わる、連絡が終わる、切れるの意味で連絡を断つと言ったりします。連絡を断つ。おなんですね。何々を断つ。あとは結構人間関係を断つとも言います。そう、あの人との関係を断つとも言います。そう、あの人何ですか、あんまりいい人じゃないからもうあんまりもう友達も嫌だとかね、例えばね、そうで人間関係を断つ、関係を断つとか言ったりします。もう本当にやめるって意味です。はい。じゃあ他はもう全部違いますよ。後を見ないとか追わない、走らない、これ全部ないです。ありません。そういう日本語はないから、皆さんは後を絶たない、これを覚えてください。はい。内形にするのね、忘れないでください。では次行きましょう。2番目。ちょっとですね、どんどん難しくなります。だけど今日できなくても今日覚えればいいんです。大丈夫です。はい。じゃあ行きます。2番を読みます。町の中央にそびえるそのお寺はいつも何々何々雰囲気に包まれている。いつも何の雰囲気に包まれているだと思いますか？はい、いきます。いつも何の雰囲気。まず雰囲気わかんないはちょっとダメですよ。これはもう N2 にも出てきます。雰囲気はあなたの国の言葉で何ですか？うん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 、多分大丈夫ですね、皆さん。英語だとアトモスフィア。はい。周りの空気の意味です。はい。いつもどんな空気に包まれていますか？行きましょう。じゃあ ABCD 読みます。厳かな雰囲気。B、滑らかな雰囲気。C、しなやかな雰囲気。D、ほのかな雰囲気。どんな雰囲気？はい。これ大事なのはお寺です。お寺はいつもどんな雰囲気ですか？はい、それが大事。あともう一つ大切な言葉はそびえる、そびえるです。そびえるそのお寺はと言いました。私そびえるは難しいですね。これは意味は立っているの意味です。だから意味はあのお寺は町の中心に立っています。皆さん自分の国の町イメージしてください。自分の町にもお寺がありますね。ない国もあるかも。なかったら教会、チャーチ、教会を考えてください。はい。教会がじゃあある場所、そこに立っているの意味です。そびえるっていうのは立っている。それもそびえるというとこれは大きい建物が建っているイメージをしてください。はい。小さいのだとそびえるって言わないです。結構大きいサイズのものが建物が建っている時によく日本人がそびえると使います。はい。その大きなお寺、そのお寺はどういう雰囲気ですか？どんな空気ですか？そこの空気。空気は見えないです。空気がきれいとか悪いとかそういうんじゃないですね。モードです。モード。英語のモードです。なんかどんなイメージですか？みんな。そう、イメージが大事。これは。どんなイメージ？じゃあ行きましょう。いつもどんな雰囲気ですか？これ入ることができるのは実は一つだけです。これは全部何々な形容詞なアジェクティブですが意味が全部違います。はい。雰囲気で使えるのは
でも使えますね。結構使えるな。答え一つじゃないんだけど、やっぱりお寺だから。お寺って静か。そしてお寺っていろんなルールがあるし、例えばお寺で何ですか、お寺ってやってはいけないことありますよね。ダメなこともあるし、ルールもある。はい。そういうところ、ちょっと厳しいところと考えてください。はい。そう考えると答えは厳かな雰囲気が答えです。はい。厳か。ちょっと難しいなーってね。そうですね。これちょっと難しいです。はい。でも N1 の語彙です。はい。今説明しますよ。厳かは、漢字があるんですね、実は。はい。漢字は実は厳しいの漢字を使います。はい。厳しいと書いてくれたら、テストの時に書いてくれたら、中国の人とか国で漢字を使ってる人は少し考えたら分かってしまうんですね。多分これかなって分かるんですけど、テストの時はですね、ひらがなで書かれることがとても多いです。はい。ひらがなだと全然ヒントがない。ね。国で漢字使ってる人、使ってない人、みんなに平等に難しくなります。そう。だからひらがなで書かれてしまうので、ちゃんといい形容詞、な形容詞はしっかりひらがなで覚えましょう。もちろん漢字もね、覚えた方がいいんだけど、ひらがなでもわからないとテストができないです。厳かな。はい。で、意味は厳しいです。イメージ厳しいでいいですよ。はい。厳かというと、意味厳しいとか、あとはとても礼儀正しい、マナーです。礼儀正しくて、そして私たちはその近くに行きにくい、近づきにくいという意味になります。はい。そうですね。英語でもね、ここに書きましたが、よいしょ。例えばちょっと写真を見せます。これ見えますね。この写真は本当に東京の中心にあるお寺です。はい。今よかったら今は写真を見てください、皆さん。これですね、東京タワーの近くにあります。そう、皆さん東京タワー来たことありますか？東京スカイツリーはもっと新しい。はい。そしてもっと高いんですね。高さがあるんですが、東京タワーはもっともっと昔から日本にあります。はい。で、そこの近くにあるお寺です。これはね、増上寺と言います。これもすごく歴史が長くて大きいです。はい。これ本当にちょっとなんか何ですかね、厳しいというか、お寺なんですけど、私行くとすごくこう厳しい男の人のイメージを感じます、この増上寺は。はい。不思議ですよね。なんかね、優しい雰囲気のお寺も時々あるんですけど、増上寺はすごく強いイメージを感じます、私は。ですので、これはすごく厳かにぴったりかなと思って選びました。はい。東京にあります。浜松町駅っていうところから歩いて皆さん行けますので、ぜひ日本に住んでる人、あとはこれから日本に来る人はぜひおすすめです。浅草の神社は人がすっごいいますよね、外国の人。あそこはね、もうちょっと何ですかね、あそこは厳かじゃないイメージ、私は。なんかもっと何ですかね、あそこはもっとお祭りしてますっていう、なんかもっと明るいイメージがあるんですけど、増上寺はもっとなんかちょっと重いイメージがあります。はい。行ったことない人ぜひおすすめです。すごくね、いいお寺ですよ。はい。行きやすいしね、近いしね。
東京駅から近いし。で、厳かがこれです。厳かなお寺で、他の使い方は例えばこれです。お葬式は厳かに行われた。はい。お葬式、言葉大丈夫ですか？お葬式は何ですか？皆さん。何をする？結婚式じゃないですよね。何々式。はい。お葬式、入学式、入社式。会社に入る入社式、卒業式、お葬式。はい。セレモニーですね。式。お葬式は人が死んだ、人が亡くなった後にする式のことです。はい。それ、多分、でも国によるか。国によるけど、日本の場合はお葬式はすごくルールがいろいろ決まっています。はい。絶対黒い服を着ていかなきゃいけないし、もちろん、もちろんというか最初に何をして次何をしてとかいろいろ順番もいろいろ決まってます。はい。でもちろんお葬式の時にこう特にこう南無法蓮華経とやってる時に誰かが大笑いしてる。あはははとか言って、楽しいねとかダメです。絶対ダメ。だからやっぱりルールがあるんですね。笑うのは後でみんなで食事する時はみんなで笑ったりするのは全然いいんですけど、こう南無法蓮華経ってやってる時はダメ。静かに聞いていないといけない。そうだから、そういうこう雰囲気、そういうイメージです。それが厳かにやりましたってこと。行うはやるですよね。そうなのでこういうふうに使います。なんかルールがあったり厳しかったりっていう時に使います。はい。じゃあ他もですね、実はすごく大事なんですね。他の語彙も確認しましょう。滑らかってなんだ？滑らかはですね、実はこれ N2 の言葉です。覚えてますか皆さん？ N2 です。私 YouTube でも話したことあります。前に滑らか、ぜひ忘れちゃった人は今日絶対覚えましょう。滑らか N2 の言葉、使い方は例えばこれです。赤ちゃんの肌はとても綺麗で触ると滑らかだ。どんな肌ですか？赤ちゃんの肌。肌はとても綺麗。触ってください。かわいいね。触ったら気持ちいいですね。そう。あれ、気持ちいい。もう本当に卵みたいですね。あれが滑らかです。赤ちゃんの体とか顔触ると気持ちいい。あれが滑らかです。だから、言い方説明を言うと表面がツルツルしていることです。滑らかというの。表面がツルツルしている。すべすべしている。はい。でこぼこしていないことが滑らかです。はい。この表面がツルツル、すべすべ。ツルツルすべすべ。もうほとんど同じです。ツルツル。そう。でこぼこは何か何ですか？何かができてる？なんか汚い。そういうのがでこぼこです。はい。じゃあ次。滑らかね。大丈夫ですね。皆さん思い出しましたね。滑らかね。次です。しなやか。難しいな。しなやかでもこれ N1 です。難しいですね。N1 さすがですね。しなやかっていうの、これははっきり言って結構難しいです。はい。だけど N1 の言葉です。はい。説明します。意味が2つあります。はい。しなやか。一つは柔らかいの意味。はい。もう一つは綺麗、美しいの意味があります。なんか違いますね。全然違いますよね。柔らかいと綺麗ってね。まずじゃあ、
しなやかな柔らかいからいきます。柔らかいイメージはとってもソフトですとかそういうんじゃないんです。ちょっと違うの。これ今写真どうぞ見てください皆さん。OK？これ桜の写真です。はい、これね私が撮った写真です。で、みんな桜見たことありますか？桜の木ってよいしょ、OK、ここの部分が枝というんですね。木の部分が枝と言います。そう、この細い部分ね、枝漢字だとこれです。枝、OK？ でこれ風が吹くとすごく揺れます。右に行ったり左に行ったり動きます。風吹いた時にすぐに折れてしまう、ポキッ。それだと木は弱すぎますよね。大きくなれないですよね。だから枝というのはこう風が吹いても動いてすぐに折れない、すぐに壊れないようにできてますね。それがそういうしっかり本当は硬いんだけど、でも風とか来ても大丈夫というこういう柔らかい部分もある、そういうのがしなやかです。だから簡単な意味だと柔らかいだけど、パンを食べてこのパンは柔らかいですの柔らかいとは意味が違いますね。そうだから、しなやかに枝が揺れるとも言えます。揺れるっていうのは動くってこと。そう、桜はですね本当に特にそうなんです。すごくしなやかです。だから風が吹くとこうグーって動いて、で花がね少しバラバラバラって落ちたりするんですね。雪が降ってるみたいになるんです。すごく綺麗です。はい。そして同じようにしなやかな体とも言えます。そう、体です。これ私たちの体、自分の体。皆さんが運動する前にストレッチしますね。準備の運動。今日は走る。だけどすぐに走ったら怪我をしてしまいますから、ちょっと体を柔らかくするのにちょっと動かしますよね、体。で、その時に皆さんの友達とかでも体が柔らかい人いません？すごいもう手をこうビューってやったらもう足の方まで全部ついちゃう。あなたすっごい体柔らかいねって。おお、そうそう、昔から柔らかいのスポーツやってたから。そういう人いません？そういう人の体、しなやかな体です。でもその人柔らかいけど体がもちろんこうポキッて折れることはないし、またすぐ戻るでしょ。普通の状態に戻せますよね。そういうなんでしょう。だけど私たちと同じように体の中に骨がありますね。ボーンです。骨がある。だけど体は柔らかい。それがしなやかです。そう。皆さんはどうですか？自分の体はしなやかですか？そう。運動をずっとしてるとね、しなやかになりますよね。で、その意味のまずしなやかが一つ目です。柔らかいです。で、もう一つは美しい、上品の意味です。はい。それはどういう上品かというと、人の動きとか態度はアティチュード。態度が落ち着いている、静か、うるさくない、早くないんです。ゆっくりなんです。落ち着いています。そしてそれがとても美しい、上品ですねという時、はい、そういう人、そういう動きのことをしなやかな動きと言います。しなやかな動きをします。イメージは皆さんは知ってますかね？多分知ってる人多い。お茶、日本のお茶、茶道って言うんですけど、
お茶を立てると言います。緑茶を飲むの緑茶じゃなくて、抹茶、抹茶の粉、パウダーを、お皿じゃない、飲み物の、入れ物に入れて、カシャ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 って言って、お茶を作るの、ありますね。着物を着てます。はい。着物を着ている人がそれを作ってくれます。あの時ですね、作る時にもちろん、急いで作らないし、いろいろルールも決まってるんですね。最初これ、2番目これ、最後これとか順番も決まっているし、とても美しく見えます、あれは。はい。あれは勉強しないとできないんです。すごく難しいんです、あれ。はい。私もやってみたいんですけど、ちょっとやったことあるけど、ちゃんと勉強したことはないんですね。そのぐらいすごく難しいし、お金もかかることなんですが、ああいうことをやっている時の動き、ゆっくりです。あれがしなやかな動きです。はい。ね。かっこいいですよね。あれです。イメージ。しなやか。はい。どうでしょうか。皆さんの国にもしなやかな動きをする人がいますか？素敵ですよね、そういう人ね。はい。じゃあ最後、ほのかな。これは何ですかってね。ほのか、人の名前ね。確かにほのかちゃんっていると思う。アニメとかで見たことあります。ほのかちゃん。実はですね、ほのかはとてもレベルが高いです。これは N1 より上のレベルです。はい。だけど、テストには出るんですね。N1 の試験だったら N1 の語彙はもちろん出るし、問題の中に N1 より上のレベルの問題も入ってるんです。どうしてってね。意地悪ですね。本当にそう。だけど、意地悪問題があります。もちろんです。だから私も今日意地悪しました。はい。これですね。なので、今日いいんじゃないですか、覚えて。あと、これ日本人使いますから、この言葉。ほのかな、なけよしと、ほのかに、はい、こっちの場合は、例えば、使い方はこれです。このシャンプーは、ほのかに花の香りがする。花の香りがする。ほのかに花の香りがする。どういう意味？何？ほのかにちょっと花の匂いがするの意味です。そう。少し花の匂いがするの意味です。はい。ほのかって言います。でもちょっと花の匂いがするというより、ほのかにっていう方がすごく綺麗。はい。言い方が素敵です。ほのかに。なんか自分で嗅いで、これは多分花の匂いだ。ちょっと匂いがする。いい匂いっていうイメージ。はい。です。ほのかに。はい。ですので、ほのかには少しって考えてください。だけど、ほのかはどこでも使う言葉ではないので、ほのかに花の香りがする。これでも覚えるのが一番いいです。使い方は間違いないです。はい。OK。じゃあ、OK ですね、皆さん。今繰り返さないですよ。これね、覚えなきゃいけない。絶対覚えなきゃいけないのは厳か。はい、厳か。あとは滑らか、しなやかは絶対覚えましょう。はい。じゃあ、最後いきます。3つ目。大丈夫ですか皆さん。ちょっともう難しいよってね。そうかもしれないですね。でもね、ごめんなさい。最後だからやっぱりもっと難しいと思う、多分。多分。でも意外とできる人もいるかもしれない。行きましょう。読みます。カーテンを変えたら、部屋の雰囲気が、何々何々変わった。どう変わりました？何に変わった？部屋の雰囲気がげっそりと変わった。部屋の雰囲気がガラッと変わった。
部屋の雰囲気がズバッと変わった。部屋の雰囲気がすらりと変わった。どう変わりました？皆さんよく知っている通り JLPT にはこういう何々と何々とというのがよく出ますね。でそれもこのなんか何ですか、このなんか語彙というかこう日本人のイメージを言葉にした言葉がよく出ますよね。N2、N1 は特にそういう言葉がよく出ます。はい。どうしてそんな言葉が出るんですかね。え、それは日本人がよく使うから。はい。あと、あとじゃない。そう、よく使うからですね。一番はもうそれ。よく使うから。はい。そういう言葉が日本語には多いからです。はい。じゃあ行きましょう。問題は、部屋のカーテンを変えました。前の色と変えた。前はピンクの色だったけど、今は青に変えた。とか、それです。で、カーテンを変えるの変えるは、これは漢字がこの漢字です。交換するの換です。はい。取り替える。チェンジの方ね。はい。ですので、漢字気をつけてください。部屋のムード、アトモスフィアがどんな風に変わった？ヒントは、一番答えが近いのは、雰囲気が大きく変わったの意味です。全然変わったの意味です。どれがいいと思いますか？はい。どうでしょうか？ちょっと皆さん今考えてください。はい、じゃあ行きましょう。大きくイメージが変わったの時。これはですね、答えはガラッと変わったが答えです。ガラッと。聞いたことがありますか？初めて聞いたという人、大丈夫です。心配しないでください。はい、今覚えましょう。あと知ってるよという人、素晴らしいですね。いいですね。よく勉強してますね。ガラッとと、ガラッとと、ガラリと、ガラリと、どっちもあります。同じです。意味同じ。はい。じゃあいきます。使い方これ。彼女は長い髪を切ったら、イメージがガラッと変わった。こうやって使います。あの女の子は前は髪が長かった。でも週末に髪の毛をすごく切った。もう今髪が短い。長かったのに今短い。全然イメージが違う。という時、全然違う時、その時、ガラッと変わったねと言います。ガラッと変わったね。ヘアスタイルってやっぱりすごいね。大きな力を持ってるね。という時。はい。で、これは、よく変わったの意味に使ってもいいし、悪くなってしまった。前の方が良かった。前の髪長い時の方が私は良かったと思う。可愛かったのにな。という時でもいいです。使ってもいいです。ガラッと変わったよね。とか、OK です。はい。でも、どちらかというと、良くなった時に使いやすい。はい。ガラッと変わったね。ね。相手を褒める時もよく使います。で、こういう風に使う。何々と変わった。ガラッと変わった。ただ、気をつけてください。ガラッとは本当にもう全然変わるイメージです。青から赤に変わる。そのぐらい。全然違うっていう時使ってください。ちょっとだったらガラッとは使わないでください。はい。じゃあ次。他ですね。実はちょっと難しい。だけど A はよく使います。げっそりと、げっそりと。げっそりとって何ですか？はい。げっそり。げっそり。実はですね、これは JLPT のN1 より上のレベルです。
でもよく使うんです、日本人。はい。どうでしょう。覚えやすい、これ意外と。はい。げっそり。実はこれげっそりって痩せるって意味です。痩せる。細くなる。それもとっても細くなるの意味です。読みます。山田さんは、がんの治療のため、この2ヶ月でげっそり痩せてしまった。はい。山田さんは病気です。がんです。がんはわかりますね。キャンサーですね。キャンサー。はい。それの治療をしています。うん。で、この2ヶ月でとっても細くなってしまいました。はい。昔は太っていたのに、お腹が出ていたのに、もうお腹全然ない。顔も全然もう細い。もうほっぺたと言いますね。顔のこの、赤ちゃんほっぺた大きい。リンゴみたい。あれがない。もうシュッて細くなってる。その状態をげっそりと言います。はい。ご飯を全然食べなくてそうなる場合もありますし、はい。だけどダイエットをして痩せた、綺麗になった時はげっそり痩せたとは言わない。げっそり痩せたはもう本当に悪い意味です。いい意味ではないです。とっても痩せてしまった。病気ですか？大丈夫ですか？っていう意味です。はい。ね、よく使うんです、これ。そう。もちろんそのね、山田さんには言わないですよね。山田さん、あなたげっそり痩せましたねって言ったら山田さんもう悲しいですね。そうなんだよ。僕痩せちゃったんだよって言うから言わない。本人には言わないけど、友達とね、話す時とかね、山田さんすごく痩せたよね。げっそりしてるよね。とかは言います。本人には皆さんも言わないでくださいね。かわいそうです。次、C。C も難しいんだけど日本人よく使う。そしてこれはなんとやっぱり N1 より上の言葉。はい。読みます。どうやって使うんですか？ズバッと。ズバッとってこれ歌にもあるんですね。ズバッとサマータイムってノリノリで恋したいっていう昔の歌だけどすごい人気でした、日本で。はい、有名。何それ？いきます。彼女は僕の気持ちをズバッと言い当てた。どうしてわかるの？僕の気持ち。どういう意味？彼女が言いました。これはじゃあ恋人同士にします。これじゃあ男の人と女の人ね、恋人。喧嘩してます。で、彼女が喧嘩してる時に言ったんですね、男の人に。ちょっと、あんたあれでしょ？本当はさ、また昔の彼女に会いたいんでしょ？そう思ってるんでしょ？私のこともう全然好きじゃないんでしょ？本当は頭の中昔の彼女のことでいっぱいなんでしょ？どうしてわかるの？そんなこと言ったことないのにって。これがズバッと言い当てるです。はい。彼女は僕の気持ちをズバッズバッズバズバッと言い当てた。当てる、当たるですね。知ってますね、皆さん。そう。間違いなく当てることです。間違いなく当てることがズバッと。これです。はい。うわっていう。びっくり。どうしてわかるの？なんでって。どうして私の顔に書いてありますかって、そういう時。はい。そうよ。あなたの顔に書いてある。俺は昔の彼女に会いたい。お前のことはもう好きじゃないんだ。別れたいって書いてあるよって、そういうこと。ズバッ。本当は書いてないんですよ、顔には。そう。だけど、顔の表情とか、話し方とか、なんか、目とか、そういうのを見るとわかるんですよね。ズバッと。これです。みんなの国にありますかね？ズバッと言い当てる。うわー。だからまあ、これじゃなくてもいいけど、なんか、はっきりと言うことがズバッと言うってことです。はい。
ね。ズバッという。最後いきましょう。すらりと。すらりとはこれはちょっと綺麗な日本語です。私好きです。すらりと。すらりと。すらりとは使い方はこれです。私は背のすらりとした男性が好きです。僕は背のすらりとした女性が好きです。はい。すらりとした男性、すらりとした女性。どんな女性ですか？そうです。背が高くて細い人。そういう人はだいたいスタイルがいいです。綺麗です、体が。シュッてしてますって日本人よく言うんですけど、まっすぐ、細すぎないよ。細すぎるのはあんまり綺麗じゃないですね。うん。さっきのげっそりみたいにダメダメ。ちなみにげっそりは顔の形のことをよく言います。体についてはあんまりげっそりって言わないんですけど、顔がすごく痩せた場合げっそり。で、すらりっていうのは体全体です。うん。肩から足までなんかすごくいいバランスですね。すらりと。そう。でもあんまりたくさん筋肉はついてない。ボディービルダーはちょっと違う。すらりじゃない。もっと細いですね。うん。でも細すぎない。そういうのが、すらりとした人です。そう。で、すらりはスラッとでもいいです。すらり、スラッと。どっちも OK。同じ意味です。はい。とてもいい言葉なんですが、これも N1 より上のレベルです。はい。難しいけど、でも会話で使えますね。みんなが知ってたら。うん。で、人を褒めるときも使えます。あなたはすごくスラッとしてて格好がいいねとか言えます。そう。あなたはスタイルがいいねっていう意味です。スラッとしてるねって言えます。ありがとうございますっていうね。嬉しいですって。そう言えばいいですね。それです。スラリとスラッと。うん。でした。ちなみにですけど、スラッとの方が、との方が、ごめんなさい。スラッと小さいつがある方が会話で使いやすい。ちょっとカジュアル。で、スラリとというと少し書くとき使うちょっと硬い日本語になります。うん。そう。他のも同じです。他の何々とちっちゃいつが入ってると少し話すとき使いやすくて、小さいつが入ってない方は、少し硬い日本語、書くときの日本語、ちょっと小説に近い。はい。上品、綺麗な日本語と思ってください。はい。そういう違いがあります。でもどっち使ってもいいけどね。はい。そんなに全然変ではないです。どちらも。はい。でした。なかなか難しかったけど、どうでしたか皆さん。げっそり痩せてるね。顔が痩せてる。ガラッと。全然違う。ガラッと変わるですね。ズバッと。ズバッと言う。ズバッと言い合ってる。はっきり言う。分かったの？私の気持ち知ってたの？これですね。と、すらりとは細い、綺麗、スタイルがいいの意味です。はい。何ですかね。私日本人って日本語が自分の国の言葉で使ってるからわかるけど、これ外国の人はね、なんかイメージが難しいですよね。本当、どんどん使ってください。そう。もう本当にそれしか言えない私。アドバイスはもうたくさん使って、で、たくさん間違えて、で、やってほしいなって思います。はい。で、そうね、親切な日本人だと本当に直してくれますので、それはちょっと今ここ使わない方がいい変な言葉だねとかって言ってくれるから、どん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 使ってみてください。はい。そう、すらりとね。特に皆さんは誰か褒めるときすらりとっていいと思います。細い人に言ってあげてください。日本人多いですからね、スラッとしてる人ね。あなたは本当にスラッとしていて素敵ですねとか、どうぞたくさん言ってあげてください。喜ばれます。はい。はい。ということで今日3つやりました。疲れたと思います、皆さん。はい。頑張りましたね。
一つでも多く、ぜひ言葉を覚えてほしいなと思います。難しいんだけど面白いですよね、結構ねと思いますので、はい、ちょっと桜を見て、リラックスしてください。はい、ということで、いやいやもっとねでも勉強しないといけないんです、テストのためにという人もいると思います。その人ぜひまず読解 JLPT の読解大丈夫ですか？はい、ちょっと心配って人多いですね、いつもね、毎年毎年。はい、その人まずじゃあ私の YouTube の読解のビデオをまず見てみましょう。合格するにはどうすればいいっていうのがやり方がやっぱりあるので、それ私説明しましたから、このビデオぜひ見てみてください。リンクを下に貼っておきます。JLPT のリーディングで合格する方法です。はい、何が大事ですというのを説明しました。はい、あと、日本語のビジネス日本語も勉強したいなという人、ビデオあります。 YouTube にもありますので、電話の話し方です。まずあるのが今電話の話し方、あと実は他にもあるんですけど、今回はじゃあこの2つ紹介しておきます。ぜひぜひ見てみてください。長いビデオだけどいっぱい勉強できます。皆さん、おーこれ知らないっていうのいっぱいあると思います。はい、どうぞ。はい、あとは、私のオンラインレッスンでもたくさん勉強できますよ。JLPT の読解、はい、もちろんです。皆さんをサポートしています。読解のビデオ N1 と N2 のビデオ、はい、あります。これビデオレッスンです。皆さん何回でも見られます。そして皆さんが時間がある暇な時間に見られます。そう、もう会社帰ってきて疲れて眠いって時も見られる。はい、ですので好きな時何回でも繰り返してどうぞ見て勉強してください。はい、頑張れみんな。あとは、ビジネス日本語の Zoom のレッスンもしてます。はい、あとは会話の練習。はい、会話の練習はですますを使わない話し方の練習とですます使った丁寧な話し方、どちらも練習します。はい、実はですます使わない日本語もとても難しいんですね。私本当に思います。一緒に勉強学生さんとしてるとうわー難しいって思います。だから面白いですよ、この練習も。はい、よかったら Zoom レッスン来てください。一緒に勉強しませんか？そしてプライベートレッスンもあります。みんなが勉強したいこと、私と一緒に勉強しましょう。何でも教えます。はい、JLPT のリーディングの勉強でももちろんいいし、はい、何でも OK。 レベルも誰でも教えられます、私。はい、N5 から N1 または N0 レベル、もっとできるんです。でももっと勉強したいって人もいらっしゃるんですね。やりましょう、楽しいです。はい、待ってます。全部私のオンラインレッスンです。下にリンクを書いておきます。そこから見てください。あとは私の X、Twitter もあります。はい、どうぞ使ってくださいって変ですね。探してくださいかな。下にリンク書いておきますね。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日も、ありがとうございました。ぜひ皆さんまた一緒に勉強しましょう。勉強諦めないでください。大丈夫。楽しいです、勉強。はい。一緒にしましょうね。ありがとうございます。